こんにちは、みえこです。今日はね、今年2つ目の作品がやっと完成したので、皆様に作り方をご紹介しますね。まずは、簡単に作り方を見てみます。キルト綿に3.5センチ幅の布を順番に縫って、それを裏布の上に縫って、キルトしますよ。ステッチします。そしたら持ち手の部分を手縫いで簡単に縫います。閉じるというのかな。そうするとこの作品が完成します。それでは詳細な作り方の始まりです。まずはね、キルト綿用意します。そこに線を描きますよ。表側の分だけ作りますね。そしたら描いた線の上を切ります。それでは縫う前に配色を決めておきます。カラフルカラーの配色が難しい時は2つの色で作ると簡単にできますよ。そしたら縫いますね。7ミリぐらいの縫い代をキルト綿のこれね、端に出して順番に布を縫います。縫い代7ミリで順番に縫います。
もう一枚も同じように縫います。端、持ち手の部分が重なった長い部分から縫い始めると綺麗にできますよ。余分な布を切ったら、これね、表のトップ、これ裏側ね、4枚作ります。そしたらこのように配置をして、この一番長いところを縫います。縫うのはキルト綿の端ですよ。次ね、裏布を用意します。でこのように並べて、だいたいね3センチぐらいの縫い代が入るように布を切ります。中心の曲線の部分は表布と同じ大きさで大丈夫です。今切っているところは表布と同じ大きさに切ります。それ以外のところは今ね、これから縫いますよ。で、ここは横の部分になります。で、印をつけて、縫いますね。まずはこれね、横の部分ですよ。で、今縫ってる曲線のあるところは中央になる部分です。これはキルト綿の端を縫います。次ね、これ余分な布を切ります。表布と同じ大きさに切りますよ。だいたい7ミリぐらいあるとちょうどいいです。それからこの曲線の部分にカットを入れます。このような状態にできてますから、そしたら表に返します。
そして簡単にプレスするとキルトがきれいにできます。で、ステッチは持ち手の部分が入っている長いところから縫い始めるといいですよ。キルトが終わったら今度は中央を縫います。中央を縫います。でね、片側だけトップと同じ大きさに、これ今ね、点々ついてるところね、ここね、トップと同じ大きさに切ります。そして2枚合わせて7ミリぐらいの縫い代で縫います。その後、裏布で布の端を隠します。次は横縫いますね。横と底を縫います。片側だけトップと同じ大きさに裏布を切ります。まずは横から縫います。7ミリぐらいの縫い代で縫います。次は裏布で布の端を隠します。これ縫い終わったところね。次は底を縫います。底も7ミリぐらいの縫い代で縫います。1センチでもいいかな。そして裏布で布の端を隠します。続いて町を折ります。これね、4センチぐらい折って縫いましたよ。そしたら表に返します。
続いて持ち手の部分がこれちょっと広いので、手縫いでここ縫いますね。だいたい12センチぐらいのところから縫いましたよ。どんな縫い方でもいいので、もちろんミシンで縫っても大丈夫ですよ。次ね、中央に細いリボンをつけました。何でもいいので紐つけてください。ちょうどね、この裏布の間に挟んで閉じてあります。で、ここ結ぶとこうしっかり自立するカバンができます。で、今回は赤と白のバージョンも作りましたよ。それからこの残ったキルト綿、次使いますので取っておいてくださいね。今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。